はい、皆さんこんにちは、ゆかです。今回の動画は実用日本語11です。実用日本語シリーズでは日本人同士の自然な会話からよく使う表現が学べます。今回はレストランでよく使う表現を勉強しましょう。今回使う動画はこちらです。今年の2月に山形県の蔵王で撮影した動画を使用します。私と夫が山形県のレストランで食事をしている場面です。私たちは事前にセリフを用意していません。日本人同士の自然な会話です。そのため最初は少し難しいと感じる方がいるかもしれませんが大丈夫です。今日の動画を最後まで見れば全部わかるようになりますよ。途中で重要な表現や単語について私から解説しますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速始めましょう。まずは今日の練習の流れを説明します。以前実用日本語シリーズを見たことがある方は、この説明の部分は飛ばして構いません。直接練習から始めてください。今日は最初に字幕がない動画を1回見ます。この時、話の内容が全くわからなくても大丈夫です。全体の流れを把握してください。次に私から重要なキーワードを10個提示します。この重要なキーワード10個に注目して、もう一度同じ動画を見ます。続いて、重要な部分について私から解説します。その後、日本語の字幕がついた動画を一度見ます。最後に字幕がない動画をもう一度見ます。このような流れで練習を進めていきます。最初に字幕がない動画を見たときには全くわからなかった方も、最後に字幕がない動画を見たときには全体の内容が理解できるはずです。このように少しずつ理解できる過程を経験してほしいです。それでは早速練習を始めましょう。まずは一度動画を見ましょう。日本語の字幕がない動画です。今回の動画は山形県の蔵王で撮影しました。私と夫はレストランでコース料理を食べています。コース料理は一般的に出てくる順番が決まっていますね。今回私たちが注文したコース料理では、ご飯と味噌汁は最後の方に出てくる予定でした。でも私たちは焼肉を食べている時にご飯が欲しかったので、店員さんにそのことを伝えました。それでは早速動画を見てみましょう。すいません、ご飯って先にいただくことできますか？大丈夫です。いいですか？はい。じゃあ2人分お願いします。ご飯の量はどれくらいお持ちしますか？普通で。私も盛りで。お願いします。はい。どうでしたか？何か聞き取れた単語はありましたか？それでは私から重要なキーワードを10個お伝えします。こちらです。すいません、ご飯、先、大丈夫です、2人分、ご飯の量、どれくらい、普通、大盛り、かしこまりました。はい。では、このキーワード10個に注目して、もう一度同じ動画を見てみましょう。すいません、ご飯って先にいただくことできますか？大丈夫です。いいですか？はい。じゃあ2人分お願いします。ご飯の量はどれくらいお持ちしますか？普通で。私も盛りで。お願いします。はい。どうでしたか？ご飯とか大盛りなどキーワードが聞き取れましたか？それでは今回の会話の中の重要な部分について私から解説します。はい。では続いて会話の中の重要な部分について私から解説します。まずは私が店員さんを呼んでご飯を欲しいと伝えた場面です。すいません。ご飯って
先にいただくことできますか？すいません、ご飯って先にいただくことできますか？大丈夫です。いいですか？はい。じゃあ2人分お願いします。すいませんというのは話しかけるときによく使う言葉です。すいませんまたはすみませんと言います。すいませんとすみませんは同じです。どちらでも構いません。私は少しカジュアルな感じですいませんということが多いです。すいません、ご飯って先にいただくことできますか？すいません、ご飯って先にいただくことできますか？大丈夫です。いいですか？はい。じゃあ2人分お願いします。ここで出てくるご飯というのは米を炊いて作ったこのようなもののことです。ご飯というと実は2つの意味がありますね。一つは食事です。朝ごはん、昼ごはんとかね、朝ごはんは朝の食事という意味ですよね。でももう一つの意味がこちらの米を炊いて作ったこのような状態のものを指します。今回私たちが店員さんにリクエストをしたのはこのような状態のご飯です。すいません、ご飯って先にいただくことできますか？すいません、ご飯って先にいただくことできますか？大丈夫です。いいですか？はい。じゃあ2人分お願いします。続いて私は先というキーワードを使いました。今回の料理はコース料理です。順番が決まっています。本来ご飯は後の方に出てくる予定でした。でも私たちは今それが食べたいと思ったので店員さんにこのように伝えました。先に。すいません、ご飯って先にいただくことできますか？大丈夫です。いいですか？はい。じゃあ2人分お願いします。すいません、ご飯って先にいただくことできますか？すいません、ご飯って先にいただくことできますか？大丈夫です。いいですか？はい。じゃあ2人分お願いします。いただくというのはもらうの謙譲語です。丁寧な表現です。いただくことできますか？皆さんが勉強したことがある可能の形、何々ことができる、このことができるのがを省略して話しました。ですから、書くときにはこのように書きますね。先にいただくことができますか？何ことができますか？初級で皆さん勉強すると思います。でも実際に話すとき、私は先にいただくことができますか？ではなく、先にいただくことできますか？というふうにがを省略しました。もちろん皆さんが使うときはがを入れてもいいですよ。すいません、ご飯って先にいただくことできますか？すいません、ご飯って先にいただくことできますか？大丈夫です。いいですか？はい。じゃあ2人分お願いします。続いて店員さんがこのように答えました。大丈夫です。すいません、ご飯って先にいただくことできますか？大丈夫です。いいですか？はい。じゃあ2人分お願いします。店員さんが大丈夫と言ったので、私は続いてこのように言いました。いいですか？じゃあ2人分お願いします。すいません、ご飯って先にいただくことできますか？大丈夫です。いいですか？はい。じゃあ2人分お願いします。ここで言っている2人分お願いしますというのは、コースの中のご飯を私と夫とそれぞれ食べる分持ってきてほしいという意味です。2人分と言います。すいません、ご飯って先にいただくことできますか？大丈夫です。いいですか？はい。じゃあ2人分お願いします。他にも1人分、2人分、3人分、4人分、5人分、疑問の形なら何人分と言います。例えばメニューを開いて注文するときに店員さんにこのように聞くことがあります。このサラダは何人分ですか？3人分です。3人分ということはこのサラダの量は3人が十分食べられる量ということです。何々分と言います。今回は私と夫2人なので2人分と言いました。すいません、ご飯って先にいただくことできますか？大丈夫です。いいですか？はい。じゃあ2人分お願いします。いいですか？じゃあ2人分お願いします。すいません、ご飯って先にいただくことできますか？大丈夫です。いいですか？はい。じゃあ2人分お願いします。続いて店員さんはこのように答えました。かしこまりました。
すいません、ご飯って先にいただくことできますか？大丈夫です。いいですか？はい。じゃあ2人分お願いします。かしこまりましたというのは店員さんがよく使う表現です。カジュアルな表現なら OK です、わかりました、了解などの意味です。今回の場合は私がご飯を先に持ってきてほしい、2人分持ってきてほしいというふうにリクエストしたので、そのことについて了解した、 OK ですという意味でかしこまりましたと言いました。すいません、ご飯って先にいただくことできますか？大丈夫です。いいですか？はい。じゃあ2人分お願いします。今回私たちはコース料理の中の最後の方に出てくる予定のものについて先にお願いしますと言いましたが、逆の場合もありますね。最初の方に出てくる予定のものをもう少し時間が経ってから出してほしいと伝える場合、その時は後でと言います。後でお願いします。先と後というのは対応する言葉です。また後でよりももっと具体的に何の後と言ってもいいです。例えば食事の後とかメイン料理の後など、何々の後というふうに具体的に言っても構いません。続いて店員さんが私たちにこのように聞きました。ご飯の量はどれくらいお持ちしますか？ご飯の量はどれくらいお持ちしますか？あ、普通で。私も盛りで。盛りで。お願いします。はい。ご飯というのは先ほど見たこのような状態のものですね。ご飯です。パンと違ってご飯の場合は量を調整することができますね。なので店員さんは私たちにこのように聞きました。ご飯の量はどれくらいお持ちしますか？ご飯の量はどれくらいお持ちしますか？あ、普通で。私も盛りで。盛りで。お願いします。はい。最後のお持ちするというのは持ってくるまたは持っていくの謙譲語です。お持ちしますか？今回の場合は店員さんが私たちのテーブルに来てこの話をしているので持ってくるという意味です。ご飯の量はどれぐらいお持ちしますか？ご飯の量はどれくらいお持ちしますか？あ、普通で。私も盛りで。盛りで。お願いします。はい。ご飯の量について尋ねる場合、今回の店員さんが使った表現以外にも例えばこのような言い方があります。ご飯の量はどうなさいますか？どうなさいますかというのはどうしますかの丁寧な言い方です。ご飯の量はどうなさいますか？続いて私と夫はそれぞれ自分の希望の量を伝えました。私はこのように言いました。普通で。ご飯の量はどれくらいお持ちしますか？あ、普通で。私も盛りで。盛りで。お願いします。はい。実は普通でのでの後ろには普通でお願いします、お願いしますが入りますが、今回は省略しています。普通で。ご飯の量はどれくらいお持ちしますか？あ、普通で。私も盛りで。盛りで。お願いします。はい。続いて夫はこのように言いました。私は大盛りで。ご飯の量はどれくらいお持ちしますか？あ、普通で。私も盛りで。盛りで。お願いします。はい。大盛りというのは一般的によく見る量よりも少し多い量ですね。これを大盛りと言います。私は大盛りで。ご飯の量はどれくらいお持ちしますか？あ、普通で。私も盛りで。盛りで。お願いします。はい。その後ほぼ同時に店員さんは復唱してこのように言いました。大盛りでかしこまりました。ご飯の量はどれくらいお持ちしますか？あ、普通で。私も盛りで。盛りで。お願いします。はい。ここでもやはりかしこまりましたという表現が出てきますね。大盛りでかしこまりました。ご飯の量はどれくらいお持ちしますか？あ、普通で。私も盛りで。盛りで。お願いします。はい。そして最後に私は店員さんにこのように言いました。お願いします。ご飯の量はどれくらいお持ちしますか？あ、普通で。私も盛りで。盛りで。お願いします。はい。今回私たちは普通、大盛りという言い方を使いましたが、他にもご飯の量についてこのような言い方があります。少なめ、多め。
少ない、多いといういい形容詞があります。この形容詞のいの部分を取ってめをつけて、少なめ、多めというような名詞を作ります。これは一般的な基準から見て、ちょっと多い、ちょっと少ないという時に、多め、少なめと言います。実際には例えばこのように使います。ご飯の量は多めでお願いします。ご飯の量は少なめでお願いします。もっと短く言うなら、多めでお願いします。少なめでお願いします。それからこのような表現を使ってもいいですね。少しだけ、たくさん。ご飯は少しだけお願いします。ご飯はたくさんお願いします。少なめと少しだけ、どっちが少ないですかという問題があると思いますが、少しだけの方が少ないですね、一般的には。少しだけと言ったら本当に2口3口ぐらいで食べ終わるぐらいの量を想像します。でも少なめと言ったら標準的なこの一般的な量よりもちょっと少ないという感じです。今回は私は普通、夫は大盛りでした。ご飯の量はどれくらいお持ちしますか？普通で。私も大盛りで。お願いします。はい。もう一度全体を見てみると、ご飯の量はどれくらいお持ちしますか？普通で。私は大盛りで。大盛り、かしこまりました。お願いします。ご飯の量はどれくらいお持ちしますか？普通で。私も大盛りで。お願いします。はい。それでは続いて日本語の字幕がついた動画を見てみましょう。今重要なポイントについて解説してきたので、大体の内容がわかると思います。日本人同士の会話は結構重なる部分が多いですよね。相手が言い終わる前にもう答えを言い始めるということが多くて、今回の私たちの会話もそのようにね、重なる部分が結構あります。ちょっと挑戦してみてください。それでは聞いてみましょう。すみません、ご飯って先にいただくことできますか？大丈夫です。いいですか？はい。じゃあ2人分お願いします。ご飯の量はどれくらいお持ちしますか？普通で。私も大盛りで。お願いします。はい、どうでしたか？どこか聞き取れたセリフはありましたか？では最後に字幕がない動画を見てみましょう。今回最初に字幕がない動画を見たとき、全くわからなかった方も、次に字幕がない動画を見たときには、ある程度わかるようになっているはずです。挑戦してみましょう。すみません、ご飯って先にいただくことできますか？大丈夫です。いいですか？はい。じゃあ2人分お願いします。ご飯の量はどれくらいお持ちしますか？普通で。私も大盛りで。お願いします。はい、どうでしたか？何か聞き取れたフレーズはありましたか？今回は食事の途中でご飯をもらう時の会話を見てみました。その他の注文する時とかお会計などの場面の会話は実用日本語の4と5で紹介しています。もし興味があればぜひそちらの動画も見てみてください。もうすぐ夏休みですね。夏休みに日本へ旅行へ来た時、ぜひ日本語で店員さんと話してみてください。それでは本日の動画は以上です。また次の動画でお会いしましょう。今天我想问你一个问题，您的人生目标是什么？其实我的人生目标一直没变。我想最后的瞬间回顾人生说，楽しかった。所以我想让自己经验更多好玩的事。想让自己看更多美丽的东西。有没有和我一样想的人？人生は短く、世界は広い。我们的每一刻时间都很重要，想做就做，想去哪里就去哪里。如果你的想做的事情是学习日语，和日本人沟通，那我可以帮助你哦。接下来我来介绍一下我和大新影音网合作的线上日文课。无论是在去日本旅游、工作或和日本朋友交流时，我们的线上课程非常有帮助。我们的线上课程的特色是
从最基本的文法到敬语，总共有228堂课。课程包含例句、绘画、单字，全方面打好基础，随时随地用手机、电脑回放学习，有利于反复练习。一次购买，无限次观看，永不过期。Yuka 结合了自己的教学经验，带来了最重要的基础文法，从最基础的文法开始，破解日本文化结构的秘密，带入例句、生活绘画跟单字，还会加入老师亲身经验的日本文化小知识，让大家更清楚这些语法的实际的运用。我们特意将每堂课的时间都用化整为零的方式拍摄，设计为5到10分钟左右上完一堂课，可以让同学们自由依据空闲的时间，不管是搭车通勤或短暂的休息时间，都可以无缝的上课。反复听、反复说也是提高语言能力的关键之一。每天10分钟、15分钟也可以。希望大家反复听我的教学影片，养成语感。如果有兴趣的话，也可以分享给朋友知道哦。一緒に頑張りましょう。